はい、ではですね、もう一つね、新しいシリーズを立ち上げます。何をするかというと、米作りですね。米作りって言ってもね、正確には米作りの実験です。最終的には全滅しても、しょうがないかなって感じでね、やってみたいと思います。何でやるかっていう話なんですけど、本来の予定であれば、ドームを作った後に、ドームの中で動かすね、ロボット、農業のロボットを作って、で開発して、それがね、ある程度目を立ったら、畑とかね、田んぼに展開しようかなと思ってたんですけど、世の中ね、皆さんご存知の通り、米の高騰で大騒ぎになってますけども、うちはもう米作りはね、20年ぐらい前にやめてるらしくて、で、米はどうしてるかっていうと、近所のね、米を作ってるところがあるんで、そこから買ってるんですけどね。でニュースでも言ってますけどね、米が高騰してるからあちこちからね購入したいっていう話が聞けるとかっていうのがありますんで、うちもいつまで買えるかどうかっていうのがありますんで、あとね安く譲ってもらってますんで、それに甘えるっていうのもあまりよろしくないですから、自分のうちで食う分ぐらいは作りたいなっていうのは、これは前からね思ってました。そういうこともあってね、このプロジェクトね、松本農業プロジェクトっていうのをやってるわけです。本来ならもうちょっと後でね、やる予定だったんですけど、予定外で早まってしまいましたけども、ね、スマート農業をね、やるって言いながら、スマート農業ものがないので、要は手作業になりますね、これね。スマート農業といえば、米作りのデータ取りと、実験ですね。はい、それを行っていきます。そういうことがあってね、全滅覚悟と言ってるわけです。データ取りと言ってますけどね、どういうことをするかというと、何年後かにやる予定だったスマート農業に向けて、それに向いている米作りの手法を模索しようかということです。はい、今ね、この目の前にあるお茶ですね。ここ昔米を作ってたんですね。去年はね、ニンニク作ってたみたいなんですけど、ちょっと失敗したらしくて、それもね、作ってたというよりはもう人に任せてね、お願いしてた感じなんですよね。でも今年はもうやらないと。昔はね、ここで米を作ってたんですが、この圃場ですね、1個作れば、大体その、家族っていうかね、親族含めて、食べていけるぐらいの米が取れるということですね。これは他にもね、この2倍ぐらい、水田はあるといえばありますが、全部ね、耕作放棄地になってます。やろうと思えばこれぐらいだったら手でできます。昔はね、私もね、ちょっと手伝ってましたよね。50年ぐらい前ですけども、私がね、小学校の頃はね、ここに住んでたわけじゃないんですけど、ちょっと離れたところのね、町に住んでまして、田植えとかね、稲刈りの頃になると、日曜日とかに連れてこられて、稲刈りとかね、田植えとかやってました。機械としては、トラクターと稲刈り機ぐらいしかなかったですね。田植え機はなかったようです。なので全部ね、手でやってました。それらの機械も、使ってた機械ももう壊れちゃって、もうその時にやらなくなったということですよね。これはどこの小規模農家もそうだと思うんですけども、機械買い替えてると、原価償却もできないっていう感じだと思うんで、その時点でやめるって人多いと思うんですよね。ご多分に漏れず、うちもそうだったと思うんですけどね。全部手でやるのはちょっとね、ずっとこっちにいればできますけども、1ヶ月しかいないとかっていう感じだとね、面倒見れませんから、実験的なことをするしかないということですね。この円ですね。ドームの時でやったと同じような感じの、杭打ってますけどね、ここの部分、丸い水田を作ろうかなと。苗が余ったらね、もう一個向こう側に丸いやつ作って、もう一個ね、水田作ってやろうかなと思ってますけども、要は田の中にもう一個ちっちゃい田を作るって感じですね。で、なんでこんなことするかってことなんですけど、全部やったらね、水がすごいいりますから、そんなことはしないっていうのが一つありますけど、もともとこういう円にするっていう構想でした。何かというと、スマート農業ですね、やるときに都合がいいからです。円の形の方がね、都合がいいからということになります。で、あとは、いろんな実験をしてみたいんですよね、米作りのね。突拍子もないようなアイデアがいくつかあります。そういったね、アイデアをね、いろいろ試してみたいと思ってですね。米作ってる人から見ると何やってんだみたいな感じになると思うんですけど、アイデアだけありますんで、それを試してみるということですね。これである程度、データ取りというかね、私がやろうとしているスマート農業に向けた米作りで、課題を出したりとか、どういった方法がね、向いているとかっていうようなことが、分かってきた
そのロボットが開発できた頃に、こちらでちゃんとした米を作るということになるかなと思います。うまく作れればね、それに越したことはなくて、それを食べようかななんてね、思ってはいますけども、なかなか難しいですよね。50年ぐらい前に米作りを手伝ったって言いましたけども、本当子供で手伝っただけなので、米作りのノウハウに関しては全くないと言ってもいいですかね。田植えの方法とか稲刈りとかね、そういう手作業の記憶はあるので、どんな感じでやるかっていうのは覚えてます。あとね、農機はね、さっきも言ってましたけど全然ないんですね。昔の農機じゃなくて農機具っていうんですか、手作業でやってた頃の農機具が何個かあります。トウミとか言ってね、もみを選別するようなね、機械とか器具とかね、そういったものがあったりしますんで、そういったものを使いながら手作業でやっていくと。一応ね、私のスマート農業を言っておきますと、手作業に近いものだと思います。今、農業ね、大規模化しようみたいな話があるんですけど、あれはね、当然っちゃ当然なんですよね。今の農機を前提にするならば、納期ってすごい高いんですよね、値段が。だから納期をね、買っちゃうと、その借金とかね、買った分を償却するために、とにかく関心を上げなきゃいけないっていうね、そういう状態に陥るわけですよね。小規模だととてもじゃないけど、黒字にならないよって話になるわけですけども、だったらですね、その納期使わなきゃいいというのが私の発想です。全く違う納期。小規模農業用の納期ですね。はい。それを作って、農業をやればいいじゃないかということです。で、そのためにはですね、だいぶ農法を変えなきゃいけないと。私が今考えているのは、どちらかというと自然農法に近い方法ですね。不耕起でね、で肥料も農薬も除草剤も使わないみたいなね。コストをもう最小まで抑えて、労力もほとんどね、かけない。でかい機械もいらないし、細やかに動くロボット。そういうものができれば、十分に可能だろうと思ってるわけです。はい、場合によっては大規模農法のね、下回るぐらいのコストでできるんじゃないかというふうに思ってますので、それを今後ね、開発していくということです。はい、ということでね、今回は紹介でしたけども、次はね、ここ田んぼ作ります。去年のニンニクのね、畝になってますんで、これを田んぼ用にね、ちょっと整地して、円ですから、円形に味作ってね、という感じのことをします。苗はね、もう手に入れてますんで、そういった感じで、順を追ってですね、米作りのことを紹介していきたいと思います。